それでは早速こちらの iPad Pro と Apple Pencil を用いて綺麗な字の書き方5つのコツを書いていきたいと思います。今回ですね、この Apple Pencil で虎のタイガーくんを書いてみました。各ページにタイガーくんがいるので一緒に勉強を頑張っていきましょう。では早速進めていきたいと思います。まず1つ目です。1つ目のコツは線の角度を意識しましょうというお話になります。線の角度を意識しましょう。ではなぜ線の角度を意識しないといけないのかということをお話ししながら実際に文字を書いていきたいと思います。なぜ線の角度を意識しないといけないのか、それはズバリですね、余白を均一にするためです。余白を均一にするため、どういうことなのかというところはもう見ていただいたらわかると思うので、どんどん書いていきたいと思います。かなりですね、もうちょっと持ち方も今適当に角度をぐちゃぐちゃに書いています。こんな感じでございます。角度が揃わなかったらこうなってしまうわけですね。はい。では何がというところで、ここの空間、それからここの空間、全部バラバラですよね。そして向きも見てください。線の向き、こんな感じで、もう横線の角度がバラバラだと文字がガタついてしまいます。一文字だけでもこんなにバラバラなのに、文章になった時にこれを書いたらどうなるのか想像してみてください。かなりぐちゃぐちゃになってしまいますよね。こうならないように、ではどうすればいいのかというところがこちらになるんですけれども、これに関してはもう今正解をお伝えしているので、その正解を書いていきたいと思うんですけれども、しっかりとですね、角度を揃えてあげます。もうこの角度がこう決まったらですね、ゴンベンもしっかりと同じような向きに持っていってあげましょう。同じような向きに角度をしっかり持っていきます。口の組み方はしっかり覚えておいてくださいね。で、しっかりと払う。同じ角度で横に持っていく。はい、横に持っていって止まってから曲がって跳ねる。そしてしっかり内から外に向かってぐーっと持ってきて跳ねます。そして1、2という感じで書いてあげましょう。こんなイメージですね。バラバラなのかバラバラじゃないのかで大きく見た目が違うと思います。しっかりとですね、線の向き、しっかり揃えてあげるようにしていきましょう。まずは線の角度を意識する、ここから始めてみてください。そして続きまして中心を意識しましょうという話です。はい、もう中心を意識することは分かってるんだが、しかしなかなか中心を揃えてるつもりなのに揃わない、そういう方が多いと思います。じゃあその原因って一体何なのっていうところなんですけれども、それはズバリですね、練習不足ということになります。はい。なので練習をしっかりしていただいて、マス目ノートからまず始めていただくことがベストかなと思うんですけれども、しっかりとですね、中心どこなんだろうっていうのを把握した上で文字を書くんですけれども、しっかりですね、こうやって文字の中心ってどこなんだろうっていうのを自分自身が分かっていないと中心が取れないので、しっかりとですね意識していきます。こんな感じですね。これで見たらもう真ん中だいたい通ってますよね。中心をしっかりとはい、こんな感じです。およそ真ん中を通しています。中心を意識して文字を書いていきましょうねというお話ですね。続きましてバッテンバージョン、良くないよっていうパターンいきます。これに関しては真ん中を通さないというところなので、これも至ってシンプルなんですけれども、サクッと書いていきますね。最初真ん中しっかり取ったとしても、例えば心が下がってしまって、下がったから上げようと思って上に上げて、上がりすぎたかなと思ってこうした時に重心がまた下がってしまうので、どうしようと思ってこうしてみたいなね。はい、ということでこんな感じです。はい、中心を意識しないと
こんな感じでバラバラになっちゃいますよというところですね。文字がまっすぐ向かずバラバラして中心を意識しましょうみたいな。実際真ん中に線引いてるんですけれども、真ん中になってないですよね。一方上はしっかりと真ん中を通ってるというところで見栄えが大きく変わります。なので真ん中を意識して書くということを念頭に置いて練習をしてみてください。続いて3つ目のコツ、文字の外形を意識しましょうというお話になります。今、四角、三角、逆三角形、ひし形、そして長方形という形で書いております。これらですね、こっちが×でこっちが丸だよって書いてるんですけれども、おおよそというふうに覚えておいてください。四角に組む文字もありますので、まず一概に四角が絶対にダメだよっていうわけではないんですけれども、一般的にですね、このような形で組んであげると文字っていうのはかっこよくなりますよという、そのようなお話です。では実際に書いていきたいと思います。まず三角形になる文字というところなんですけれども、私の動画でよく出てくるやつを書きたいと思うんですが、せっかくなんで今回ですね、ここでは筆ペン機能を使いましょう。筆ペンで強弱をつけた線というものをやってみたいと思います。まずはこちら。さあ、何でしょうか。何でしょうかって。はい。まずは犬です。1。続きまして、これも私の動画に結構出てくる字なんですけれども、はい、1ですね。1。そして子供の子。それからこれはそうだな。4。もしくは4だったらちょっと分かりやすすぎるので、さっきで言うと例えば心とかもだいたいこんな形ですかね。長方形に組んであげるといいなっていう感じの文字になってきます。こんな感じで組んであげるといいよというところで、どのようにしてこれを見極めるかというところなんですが、一番外側に長く出る線の位置を把握していただければ簡単に組むことができます。例えば大きいという字であれば左払い、右払いがあります。右払いがだいたい文字の一番外側に来るので、これが外側に出るということは三角形もしくは台形、ここを意識しましょうねという話です。続きまして1番の1、これに関しても一緒ですよね。この頭の線が一番目立つ形になると思いますので、ここを目立たせるためにはと考えると必然的に逆三角形に組むようになります。そして子供の子も同様です。この線が一番目立つのでこのような形になります。他を短くしてあげて、この上の余白を作って美しく見せるという方法です。心に関しても同じです。しっかりと長方形に書いてあげましょう。先ほど書いた4も一緒ですね。しっかり横にグッと貼って書くということが非常に大切です。覚えておいてください。そして四角、なぜダメなのかというところなんですけれども、ダメというかですね、これってフォントの形とかって四角に組むことが多いんですね。例えばさっきの1っていう字をここに書いたとします。そうすると大体のイメージなんですけど、こんなことはないんですけど、こんな感じで四方をきれいに使うような組み方をされることがフォントでは多いです。なのでこの組み方を同じように真似してしまうと手書きだったらうまく見えないので、ここは注意していきましょうねという話になります。ここまで極端に横に多分出っ張ってないとは思うんですけど、これぐらいかな。それでもしっかり横に出っ張ってしまってるので、この辺りは気をつけていきましょう。続きまして4つ目、文字の大小を意識しましょうということです。今日できることをですね、明日に伸ばしてしまう。これは私もあるあるです。ですが、今日できることっていうのは今日中にやっておくとですね、自分自身のストレスにもならないですし、それからですね、いろんなことに挑戦できる時間も作ることができるので、今日できることは明日に伸ばさないようにしていこうというような意味で書かせてもらいました。そして実際見てほしいのは文字のバランスなんですけれども、上が丸、下が×ということで、明らかにサイズ感が違うなっていうのが分かっていただけるかと思います。共通点としましては漢字とひらがなというところなんですが、このサイズ感ですね、いわゆる漢字を大きく書く、
ということが基本なんですけれども、これイコールになってますよね。全部上から下まで大きく書いています。なので元気はいいんですけれども、とっても窮屈なイメージになります。ですので、漢字を一番大きく、そしてその次にひらがな、そして最後に、カタカナぐらいですかね。ひらがなとカタカナは同じぐらいでもいいんですが、そのあたりを意識して書いていくようにしていきましょう。ということで、文字の大小を意識するということです。はい、最後に5つ目です。5つ目は練習を続けることということで締めくくりたいと思います。これを言うと皆さんに怒られてしまうかもしれないんですけれども、コツじゃないやんと思われているかもしれないんですが、これが一番の近道です。結局のところ、今4つコツをお伝えしました。そしてこの4つ以外にも美文字のコツというのはたくさんあります。ですが、これを意識して練習を続けていただかないことには絶対にうまくなりません。実際の近道は結局継続になりますよというお話です。それからいろいろ、例えば文字の大小であったりとか、文字の外形であったりとか、そして中心、そして角度、このあたりのお話もですね、実はしっかりとお手本を見て練習を数多くこなしていけば自然とできるようになってきます。意識を最初はしないといけないかもしれないんですけれども、どんどんですね、自分自身の中に、手に落ちてくるわけですよ。技術が落ちてくるので、しっかりとですね、できるようになってきます。なので、練習を続けていただくと、この辺のコツなんて気にしなくても実は自分の中に落とし込めている、そのような状況が出来上がりますので、ぜひですね、練習を続けてください。4つのコツを知ってですね、さらに練習量をこなすと、そういったことになります。しっかりとですね、コツを活かすということをやってみてください。というわけで、今回の動画は以上になります。いかがでしたでしょうか？続編出していきたいなと考えてます。なので、少しずつですね、この動画に関してもバージョンアップしていきたいなと思いますので、ぜひですね、今後も見ていただければ嬉しいなと思います。もしよければですね、チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。大河くんもまた会えるようにしたいと思います。今回しっかり色塗って描いたので、これですね、ちょっといろんなところに出現させていただきたい、出現させていきたいなと思ってます。それではありがとうございました。さよなら。バイバイ。Can't think nothing better than started a year with a drop of romance.